やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、お手頃さと無線運用時の力強さが特徴の、シャンリング UP4 を紹介する。この画面も何もない、イポドシャフルみたいなデバイスは何かというと、スマホなんかと無線でやり取りして音楽を聴くことのできる、Bluetooth レシーバー、だったら完全無線イヤホンでいいだろ、と思うかもしれないけど、UP4 万、2022のような、音楽グレードの Bluetooth レシーバーは、しっかりと音楽専用プレイヤーのグレードのパーツを使用しているので、その音質で圧倒的に有利を持ってる、というわけだ。ちなみに、2022バージョンは、DAC が新型に変更になった、が、基本的な使用感はノーマルバージョンと変わらないみたいだ。UP4 は、このグレードの Bluetooth DAC として、安価かつ実用的な仕様を持っている、ほぼ同時に発売されたライバル、FiiO BTR5 と比較されることが多いな。2.5mm にピンのバランス接続端子と、通常のアンバランス接続、3.5mm のイヤホンジャックを備える、この後の世代から、4.4mm バランス接続できる DAC が一気に増え始めるんだけど、お値段とか端子の都合で 25mm を選ぶなら、ありがたい仕様だな。4.4mm を選ぶなら、au ダイレクトビーム3プラスとか、BTR7、UP5 などの、1ランク上のモデルの購入を検討するといいぞ。で、UP4 についてなんだけど、デュアル DAC、デュアルアンプの力強い駆動力と、それから、無線通信時に重点を置いた設計になってる。UP4 と FiiO BTR5 は、グレードなどの面でよく比較されるんだけど、アンバランス接続をよく使う人は、シャンリング UP4 がおすすめ。Bluetooth DAC を優先接続して、ハイレゾで音楽を聴きたい、と考えている人には、BTR5 がおすすめだ。直感的な操作性、という点では、FiiO BTR5 に、シャンリング UP4 が勝る、音量、再生停止、そして電源オンを割り振られた、DAP 的な大型スイッチは、直感的に操作できる。BTR5 では、より複雑に操作できるメニュー、各ボタンは小さい独立機能を持ったものに変更されていて、より細かな設定をしたい人向けの仕上がりになってるぞ。どちらもガラスパネルで上品な出来だけど、傷が目立ちやすい点にも注意が必要だ。また、どちらも購入時にクリップ付きの半保護ケースが付いてくる。付属品なんかはほぼ同じ、と思って大丈夫だ。BTR5 の有利なところは、マルチポイント接続が可能なところ、液晶画面付きで、より詳しい操作が本体で可能なところ、そして、USB 接続時により高音質で利用が可能、ということだ。Bluetooth DAC は、USB で接続して、USB サウンドカード的に使うことができる機能が大抵ついてる。ここは BTR5、UP4 ともに共通。ただ、UP4 はこの USB DAC モードでハイレゾに対応してないという弱点がある。もし、スマホと有線接続した時の音質が最高なモデルを探しているなら、UP4 はそこはあんまり重要視してないモデルだぞ。それから、これは UP4 の弱点というより、BTR5 の利点なんだけど、FiiO の Bluetooth DAC は、マルチポイント機能を備えている。これ、例えば iPhone と iPad で使いたい時に、いちいち再設定をする必要がなくなる便利機能だ。UP4 は複数のデバイスで使いたい時には、いちいちそれぞれのデバイスで再設定操作が必要になる。2台のデバイスで使いたい人には BTR5 がおすすめだな。じゃあ、UP4 って安いだけなの？まさかそんなわけはない。無線接続時の音質は、どちらもほぼ変わらない。ただ、UP4 は、アンバランス接続時に、他社 DAC が備えていない、非常に強力なモード、デュアル DAC モードが利用できる。UP4 には、3つのイヤホンジャックがあるだろ？このうち、小さい方がバランス接続、イヤホンはステレオ。左右の音声があるわけなんだけど、従来型の DAC は、これをすべて1系統で動かしてたんだ。バランス接続は、アナログ信号を出力する、DAC と、その信号を増幅するアンプを、それぞれ別系統2つで用意する。故に、信号が混じらないから強い、という理論。UP4 も BTR5 も、この仕組みを採用しているので、より高音質に音楽を楽しむことができるというわけ。ただし、これ、シングルエンド。つまり、3.5mm の時には、せっかく2つ用意してても、1台で全てをこなすので、2台の圧倒的パワーの恩恵を利用することができない。1人で殴るより2人で殴る方が強い。バランス接続に対応した DAC の場合、このパワー差のおかげで、3.5mm ジャックの方の音質はそれなり、になることが多いんだ。とはいえ、2人が同時に動くより、1人の方が必要な飯が少ないので、その分、バッテリーの持ちが長くなる、っていうメリットもあるんだけどな。でも、UP4 は、3.5mm プラグしかないイヤホンでも、デュアル DAC モードを使って、より強烈なパワーを提供することができるんだ。
この機能は Bluetooth DAC が多く発売されている中でも、UP4 のようなシャンリング系が一番メジャーだと思うな。つまり、無線通信時の音質では、デュアル DAC を利用できる、シャンリング UP4 が、常に最高のパフォーマンスを発揮できる。ただし、引き換えに、USB 接続時には、ハイレゾ音源をそのまま再生することができない。もちろん、通常の CD などを再生する場合には、UP4 は強力な DAC の音声を利用できるので、全く BTR ごと遜色はないんだけどな。それから、UP4 の状態を示すインジケータが、説明書を読まないと、まず認識できない。BTR 後の液晶は、モードを操作するときにボタンを押す回数が増える、というデメリットもあるけど、今どのコーデックで繋がってるよ、という情報をわかりやすく表示するんだけど、シャンリング UP4 は、LED の色などでこの状態を示す、スターウォーズのロボット。ドロイドがピコピコ喋ってるのが、素人にはちんぷんかんぷんなのと同じだ。UP4 の圧縮言語を理解したければマニュアルを熟読するのだ。とはいえ、いい塩梅に鳴らしたいなら、電源入れてペアリングするだけなのでめちゃくちゃ簡単だけどな。細かい動作モードを知りたい人が、LED の意味をチェックすればいいだろう。音質重視なので、TWS などよりも若干駆動時間が短めな点にも注意しよう。多分、これを使って1日中外で遊びたいなら、モバイルバッテリーは持っておいた方が良いだろうな。というわけで、UP4 は、無線重視の Bluetooth DAC アンプレシーバー。有線時には、ハイレゾ音質での再生ができないものの、取り回しやすく、使いやすく、そして、デュアル DAC モードという、他社では利用できない機能があり、なおかつ、この音質のグレードの機種の中では一番安価。Bluetooth レシーバーで音楽プレイヤー並みの音質を手に入れたい人には、操作感含め、実に良い相棒になるんじゃないかな。おすすめだぞ。と、いったところで今回はここまで。と、その前に。そういえば、シャンリングは、同じクラスにすごい優秀な DAP が発売されたな。シャンリング M レイプロという DAP が、先日発売されて、UP4 の牙城を崩しにかかっている。自社の商品で自社の商品殴るのやめてもらえますかね。M レイプロは、シャンリング UP4 よりもさらに小さい、世界最小クラスのバランス出力可能な音楽プレイヤー。ただし、バランス出力を行うには、専用の変換コネクタが必要だ。でも、お値段が近くて、無線有線で接続できる上に、単体での出力も可能な、M レイプロの方が優秀なのではと考える人も多いだろう。M レイプロと UP4-2022 の間にある最大の違い。それは遅延。UP4 は、ほぼ遅延を体感できないのに対し、M レイプロは、音楽プレイヤーの中では最小の部類に入るんだけど、USB DAC モード、Bluetooth モードともに遅延が発生する。UP4 はそのまま気にせずゲームができるレベルなのに対し、M レイプロはあくまでも音楽専用、といった具合だな。なので、どんなコンテンツでも Bluetooth で済ませたいなら、UP4 をおすすめする。あくまで、音楽を聴くための選択肢を増やしたいなら、M レイプロがおすすめだ。この遅延は、実用上大きな体験差になるので、よく意識して検討するといいぞ。というわけで、今度こそこんなところで今回はここまで。どっちを買うか、悩めはコード。